こんにちは。今日はとても可愛いワンハンドルのバッグを作っていきます。サイズは小さめでハートが連なるようなデザインになっています。よかったら作ってみてください。その際は高評価と登録とベルマークをオンにしてください。ベルマークをオンにすると動画を公開した時にすぐお知らせが届きます。ぜひベルマークをオンにしてください。今回使う糸はダイソー産のリサイクルコットン 100%。 色はアップルグリーン 40g で96メートル。使用解売の目安は6号。これを2本一緒にして編んでいきます。2本一緒にした状態。綿 100% でしっかりとしています。太さは 2.5 ミリぐらい。この糸を使って編んでいきます。針は8号を使います。あとはマーカーととじ針を使います。まず楕円形の底を作ります。鎖を編んで細編みで3周編んでいきます。3周だけなのであまり難しくありません。鎖の数は25。鎖を編んでいきます。この鎖はゆったりと編んでいきます。このまま必要な数まで鎖を編んでいきます。鎖を25編んできました。次はこの鎖の周りを細編みで一周します。楕円形の底にしたいので、この鎖の両端に細編み3つ。こっちで見るとこれが鎖で、端にこの端の鎖に細編み3つ。こっちもこれで楕円形を作ります。この3つのうち真ん中からスタートします。ここからスタートしてくるっと編んで、最後にもう一つ。これで3つにします。まずこの端の鎖に細編み2つ。細編みをするので鎖1つ、1つ戻って2つ目に細編み。この時は裏返してこの糸が盛り上がっているところ、ここに細編みをしていきます。針から1、2、1つ目の細編み、マーカーをつけておきます。次は同じところにもう一つ。これで1つに2つ。次から1つに1つずつまっすぐ編んでいきます。次の細編み、次もこのまま一つに一つの細編みをしていきます。端では細編み3つ。ここまで編んでいきます。端まで編んできました。これが最後の鎖。最後の鎖に細編み3つ。まず1つ目、これが1つ目。次は2つ目。同じところに、この時この糸端を向こうに寄せておきます。この状態で2つ目の細編み、次は3つ目。同じところに
3つ目。この時この糸端を今度は手前に寄せておきます。でこれで3つ目。端の鎖に細編み3つ、次から1つずつまっすぐ編んでいきます。まずこの3つ入れた隣、この糸端は編みくるんでいきます。このままこのスタートしたところの手前まで編んでいきます。一周編んできました。これが端の鎖。端の鎖に細編み3つ、今2つぐるっと編んで、最後にもう1つで細編み3つにします。ここが足の鎖、1つ目の細編みが入っているところ、ここに最後の細編み、これで端に細編み3つ、こっちも3つで楕円形になりました。最初の細編みに引き抜きます。これで1周目が終わりました。ただ次の周で便利になるので、この今引き抜いた糸にマーカーをつけます。ここは細編み、ここは引き抜いた糸。分かりにくいのでちょっと戻って見てみると、ここは細編みで、ここは引き抜いた糸。これは引き抜いた糸。細編みではないのでマーカーをつけておきます。これで1周目が終わりました。次は2周目。2周目はこの3つの細編みそれぞれに細編み2つ。まずこの細編み2つ2つ、こっちも同じ。ぐるっと編んで最後に2つ。これで楕円形の形にします。まずスタートするのはここからスタートします。今糸が出ています。ここに細編み2つ、細編みをするので鎖1つ、根元に細編み2つ、1、同じところに2、これで1つに2つ、1つ目にマーカーをつけておきます。次も2つ、1、これで2つ、次から1つに1つずつまっすぐ編んでいきます。このまま端まで編んでいきます。端ではこの細編み3つに細編み2つずつ、この状態にします。でぐるっと編んで、ここまでこのマーカーをつけた手前まで編んでいきます。2周目の終わりまで来ました。このマーカーをつけたすぐ手前は
最後の細編み。ここに細編みを2つ。1、2、引き抜いた糸につけたマーカーは必要なくなるので外しておきます。1つ目の細編みに引き抜きます。これで2周目が終わりました。さっきと同じように今引き抜いた糸にマーカーをつけておきます。次は3周目。3周目はこの今編んだ細編み2つ、このどちらかを2つにしてどちらかを1つにします。この2つのどちらかを2つ、1、2でも大丈夫です。同じようにこっちでも2つ1つ2つ1つ2つ1つでぐるっと編んで、ここも2つ1つとか、この順番はどちらでも大丈夫です。この範囲で細編みが3つ増えたら大丈夫です。こっちもここで3つ細編みが増えます。これが3周目。まず鎖1つ、根元に細編み1、同じところにもう1つ、これで1つに2つ、1つ目にマーカー、次は1つ、ここは2つ、ここは1つ、次また2つ、次は1つ。これでカーブができました。次からまっすぐ1つに1つずつ、このまま反対側まで。ここでもこの2つに2つと1つ、ここでも2つに1つ、ここでも2つに1つと編んで1周します。ここぐらいまで続けて編んでいきます。3周目を編んできました。今マーカーの2つ手前、ここでもさっき見たようにどちらかを2つ1つと編んでいきます。ここに2つあるので1つを1つ、ここを2つにします。同じところにもう1つ、これで楕円形ができました。引き抜いた糸につけたマーカーは必要なくなるので外しておきます。1つ目の細編みに引き抜きます。これで底が出来上がりました。ちなみにサイズは22センチ、4.5 センチ、これぐらいになりました。次は側面を編んでいきます。まず鎖3つ、1、2、3、足元1つ飛ばして2つ目に未完成の中長編み、絡めて1、2、糸を引き出します。これをあと2回、全部で3回押さえて
絡めて、これで2回、もう1回、3回、これで3回糸を引き出しました。これを一度に引き抜いて、玉編み、鎖1つ、同じところにさっきと同じ絡めて、1、2、3、これを一度に引き抜きます。これで玉編みが2つ。次は長編み、足元1つ飛ばして2つ目、これでハートの模様ができました。これを繰り返していきます。足元1つ飛ばして2つ目に玉編み、1、2、3、一度に引き抜いて鎖1つ、もう1回、引き抜きます。これで玉編みが2つ。この間には鎖1つ。この玉編みの次は鎖を編まないですぐ長編み、1、2、ここには鎖はありません。次も同じ、1、2、3、引き抜いて鎖1つ、これをずっと繰り返していきます。これで1周します。側面の1周目を編んできました。これが最後のハート。最初の鎖の下から3つ目引き抜きます。上が2本で下は1本引き抜いて、これで側面の1周目が終わりました。次は2周目、鎖3つ、1、2、3、ハートの上にハートを編んでいきます。この真ん中、ここに針を入れてさっきと同じようにハートを作っていきます。絡めてこのハートの中、2回目、
3回目、一度に引き抜いて鎖1つ、もう一度次はこの長編みの上、長編み、ここにまたハートの上にハート、1、2、3、これで一周します。一周したらさっきと同じ下から3つ目引き抜いて鎖3つでハート、これで何周か編んでいきます。11周編んできました。高さは側面だけで15センチ。次はハンドルを作っていきます。ここで糸を切ります。鎖1つ、糸を切ります。マーカーをつけます。これは底を見て平らに整えて、真ん中1234、1234、真ん中にマーカーをつけます。こっちも同じで、ここからスタートしてハンドルを作っていきます。真ん中から新しい糸を使ってスタートします。同じところ鎖2つ、1、2、次はハートの真ん中に玉編み1つ、1、3、これを一度に引き抜いて玉編み1つ、次の長編みに長編み、これで斜めのラインができました。次からは今までと同じハートにハート、次もハート、このまま反対側まで次のこのマーカーのところまで編んでいきます。ここまで、ここからスタートして次のマーカーの手前まで来ました。今足元にはハートが1つ、ここに玉編み1つ、長編みを編んだところ、真ん中に
これで玉編み、マーカーのところに中長編み、一度に引き抜いて中長編み、次は裏返して内側から編んでいきます。まず鎖2つ、1、2、裏返します。でこのハートの隣、この長編みの上に未完成の長編み、ここ未完成の長編みは長編みの途中まで絡めて糸を出して、この2本から引き抜きます。これで鎖2つと未完成の長編み、これを一度に引き抜きます。これで三角ができました。これが斜めのラインになります。マーカーをつけました。で、今までと同じハートにハート、これでハートで、ここに長編み、でまたハートにハート、これを繰り返して反対側まで編んでいきます。ここからスタートして2段目を編んできました。今足元には最後のハート、ハートの後に三角を作ります。一つはここ未完成の長編み、もう一つはここに未完成の長編み、ここから引き抜いて未完成の長編み、次はここ、ここは玉編みを引き抜いたところ、ここにも未完成の長編み、これで未完成の長編みが2つ、一度に引き抜いて三角ができました。また裏返します。3段目はここと同じ玉編み1つから始めます。鎖2つ、ハートに玉編み1つ、これで玉編み1つで、引き抜いた糸にマーカーをつけておきます。次の長編み、ここに長編み、これで三角ができました。ここからはずっと同じハートにハート、でさっきと同じようにここまで編んでいきます。3段目の端まで来ました。今足元にはハートが1つ、このハートには玉編み1つ、端のハートに玉編みを編んでいきます。長編みを編んで玉編み、中長編み、ここ
この三角を作った時に、この引き抜いた糸、中長編み、次はまた鎖2つ、1、2、裏返して内側から編んでいきます。ここと同じ、この長編みの上に未完成の長編み、引き抜いて三角、次からは同じハートの上にハート、でもう一つハート、このままこの手前までこの端で三角を作ります。さっき下のと同じです。これを繰り返していきます。6段編んできました。6段目は内側からハートを2つ編んでいます。次は裏返して外側から編んでいきます。まず鎖2つ、1、2、次はハートの真ん中に未完成の長編み、長編みの途中まで、これで鎖2つと未完成の長編み、引き抜いて三角ができました。引き抜いたところにマーカーをつけておきます。次は真ん中、ハートとハートの間にハート、ここに作っていきます。3、これでハート、次は三角、このハートの真ん中に未完成の長編み、この引き抜いたところ、ここにも未完成の長編みで三角を作ります。一度に引き抜いて三角ができました。三角とハートと三角、次は裏返して内側から編んでいきます。ここからは鎖3つとハート、長編み1つ、まっすぐ編んでいきます。ストラップのところ、鎖1、2、3でハートの上にハート、これからはずっと同じように編んでいきます。でこの三角の上のところ、長編み、ここからは鎖3つと長編み、次も鎖3つ裏返してハートにハートで、このまま次もハート、同じようにこれを繰り返していきます。下の鎖の下から3つ目、
編みをします。これがハンドルのまっすぐの部分、反対側も同じように編んで、この部分で好みの長さになるように編んでいきます。こっちからも編んで、こっちからも編んで、最後に好みの長さになるようにします。好みの長さになるまで編んできました。私はこのハートの部分だけ、ここを数えて1、2、3、4、5、ハートが5個で、長さは9センチぐらい。こっちはハートが4個。ここから測って7センチぐらい。これぐらいのバランスにしました。ちょっと短めの方が可愛いと思います。で、このストラップの片方は少し長め、針で縫うので少し長めに糸を残します。もう片方はこれをつなぎます。つなぐときには裏返して内側から、縫っていきます。ここに糸端があるので結んでおきます。ここから長い方の糸端を使って縫い合わせていきます。で、今端は結んでつながっています。もう一度同じところに針を入れます。こことここ、2本の糸の下、こっちも端の2本の糸の下、で次は隣、こことここ、2本の糸の下、次はここ、次はここ、向こうも2本の糸の下、最後はこの鎖の下から3つ目、1、2、3、こっちも1、2、3、こことここをつなぎます。1、2、3、1、2、3、これでつながりました。端はもう一度でしっかりと留めました。でもう一回戻ってこの糸端と結ぶと
安定すると思います。あとはこの糸端を隠します。これで出来上がりです。すべての糸端を隠しました。ハートの模様編みでふっくらとしています。サイズは使いやすいサイズになりました。上から下まで30センチ、横幅24センチ、この一番低いところで18センチ、使った糸の重さは 160g、 こんな感じになりました。最後までご視聴ありがとうございました。